今日は前回の話の続きをちょっと話したいんですけど、結構続きを聞きたいという気になる方がたくさんいらっしゃったので話します。今日はちょっと地元の方で散歩をした時に撮った映像をお届けしながらちょっと話をしていきます。前回って母親の話か父親の話か、なんかどっちもあるんやけど、どっちもなんかすごいちょっと帰っただけでもうなんかすごい出来事とか自分の感情の動きがめちゃくちゃあって、もうやっぱ一人の時間って大事やなって改めて思いましたね。なんかもう地元とか家族が絡むと、なんか厄介なことがもう多すぎ、もう将来が不安になるほんまに。でこれはうちの地元はすごく川の水がきれいで、なんか地下水がもういろんなとこから湧いてるんですね。だからすごい水がきれいなんで、この水を眺めながら散歩するのが結構好きです。ほんで、まずは母親のあれか、再婚相手がちょっとただものじゃなかったみたいな話からしようかな。それはなんか前回の動画で母親とこうドライブしてちょっとそば食べに行ったり、カフェ行ったりしてた時のドライブしてる時になんかちらっと聞いたんやけど、なんかどんな人なんみたいな、再婚相手どんな人なんみたいな質問をしたんよ確か。そしたらすっごいよう喋る人みたいなこと言われて、めっちゃ喋るんやと思って、うちの母親もなんか割と喋るんですよ。ごちゃごちゃなんかゴニョゴニョゴニョってなんかなんやろな、喋るというかなんかブツブツ言ってるなって感じなんですけど。んで再婚相手の人がなんか賢いみたいなこと言ってて、賢いんやと思って深掘りして聞いたら、兄弟卒でどこの学部かは忘れたけど、その学部の首席卒業をしたみたいなこと言ってて、ってなって、どういうことと思って、ただのおっさんとか知らんおじさんやんなとか言って前笑ってたけど、全然やばい人かもと思って、それで済むならまだいいんよ。これはなんかやばーぐらいの話やん、すげえなみたいな話なんやけど、なんかもっとやばくて、その再婚相手の方の家系が結構すごくて、なんかこういう時のさ、すごいのレベルってどれぐらいを想像する？自分はなんか有名な芸能人かなのなんか息子とかそういうのを想像すんねんけど、せいぜい想像してそれぐらいやん。なんかその再婚相手のおじさんが元総理大臣らしくて、でもこれはもう聞いた時は信じてなかった自分は。もう絶対嘘や、またアホなこと言ってるわと思って、絶対嘘やから、じゃあ名前言ってやって言って名前言わしてチャット GPT で調べたら、もうガチでそうやった。ガチで総理大臣でやってて、もおじさんにあたる人やから、1950年とかそれよりもうちょっと前とかの総理大臣なんやけど、ちょっとなんか万が一特定とかのリスクがあったらあれやからちょっと濁すけど、それより前の人とかのあれやって、いやガチかと思って、信じてなかったけどもうガチで驚いたよな。この水草めっちゃ綺麗じゃない？これずっと見てた、このゆらゆらしてる緑で超綺麗わこれ。なんていう水草なんやろ。それでここの川にはなんか魚がいっぱいいて、夏のシーズンとかは鮎とかがいっぱいいるんやけど、この時期はなんかよく見るとなんか点々の斑点のある魚が泳いでて、黒目の
しかもまあまあでかい20センチぐらいあるような魚が泳いでて、ずっと何かなと思って見てたけど、正体は何か分からず、ニジマスとかなんかな。外来種、ニジマスやとしたら外来種やからこんなとこいてええんかなとか思いながら、まあニジマスを外来種って知らん人多分結構いるよな。もう外来種がこんなにいっぱいいたらそれはそれでどうなのかというところですけど、まあそれは置いといて、それで母親は母親の実家に今住んでて、再婚するからなんか2人で住むらしいんやけど、その再婚相手の方が子供たちがもしなんか来たいって思った時に来れるように一部屋なんか開けとくからいつでも来てなみたいな感じで部屋を開けてくれてるらしく、まあ僕は行かないっすねって感じ。でも前に再婚相手でなんかユニクロでメリノール探してたら再婚するという LINE が入って、で写真も知らんおじさんの写真が送られてきて、もう誰やねんとか言ってちょっとバカにしてたけど、もう兄弟卒で元総理大臣の孫ってなったらちょっと喋ってみたくなってきたよな。もはやちょっとおもろそうじゃない？もう一回とりあえず話聞くぐらいなら絶対おもろいと思う。何を話すんやろ。めっちゃこのなんか生態系の話とかしてくれたらめっちゃ喋りたいけどな。でも賢かったらワンチャンあるよな。まあそんな感じで母親の方はそんな感じやったんやけど、それでそのカフェ行った後とかにそのちょうど京都でドライブしてた付近が父親の実家の近くやったんですよ。だから思い出すわみたいなんてことを話してて、でもう最近母親と会うともうマジでなんか財産の話ばっかすんの。誰々が死んだらこの土地は一世のものやみたいなことをもうほんま不謹慎ないけど、そんな話ばっかしてくんのよ。ほんでその父親の実家の近くやったから、まあ父親が長男なんで、ほんでまあ確率というかまあ僕も長男なんで可能性的にまあ僕に回ってくると、最終的にそんな話をされて、じゃあ京都のまあまあいい立地で結構落ち着いたところで、じゃあ結構ワンチャンここに住めるとかあんのかなとか、何十年後ワンチャン自分の年になったりするのかななんて、なんかこういろんな妄想を膨らませていて、まあ人生もちょっとなんか生きてたらたまにこういいこともあるんやなみたいな、そういうあるかもなみたいな、ちょっと希望というか、まあそんな感じで思ってて、でもう母親とはさよならして、まあ父親がいるとこがまあ僕の実家なんで実家帰って、でまあ父親とまあ喋ってたら、まあ、父親は会社をやってるんですけど、その会社がもうちょっと赤字が重なりまして、もう借金と今の家の資産とかもうプラマイゼロになったわみたいなことをさらっと言われて、なんか僕なんか財産とかもう全部使い切って死ぬしみたいなことを言われてるんですよ、父親に。いちいち言ってくんなよって感じなんやけど、マジでもう勝手にどうぞって感じなんやけど、まあそんなこと言われて、ほんで京都に行けば母親にこの土地は一世のものになるかもなんて言われて、ほんでもしかしたら京都に住んでちょっと穏やかな日々を過ごせるのかななんて妄想をちょっと一瞬わずかな希望を抱いて実家に帰ったら、もう借金でもうプラマイゼロやわみたいなこと言われて、これは回ってこねえっていう、もう感情をもう超揺さぶられるみたいな、もう誰も話しかけてくんなよって感じ。ほんまに喋りかけないでくれという気持ちですよね、こっちからしたら。あいつすぐ逃げるんやな。
田舎の鳥って人慣れしてないからさ、警戒心高くて殺意を殺して近づこう。友達です。友達じゃない、ほぼ。そろそろ飛ぶぞ、さすがに。すごい。突然詐欺と友達になれるかチャレンジみたいなの始まったんですけど、今回の規制であったことはとりあえず一通り話したんやけど、あと一つもうなんかちょっとグロい話がありまして、カモゾーンに来た。カモゾーンが始まるみたいです。カモがいっぱいいる。めっちゃ逃げてってるな。気づかれて逃げてる。めっちゃ逃げてる。めっちゃ逃げるやん。さすがやな。鴨川の鴨とは違い、うちの地元の鴨はもう一目散に人を見たらすごい距離を空けてご丁寧に逃げていく。ほんであと一つはちょっとなんかちょっといろいろと説明がむずいなって感じ。僕は姉が2人いるんやけど、一番上のお姉ちゃんだけが父親と母親どっちにも定期的に会ってるというか、よくなんか電話とかしたりしてて、んで僕は気を使って父親にも母親にもどっちにも今何してるとかあんま言わないんですよ。特に父親はもう母親のこと結構ストレスみたいな感じで捉えてるんで、あんま母親の話出してもなーって感じなんで言わないんですけど、一番上のお姉ちゃんはちょっともうバンバン言うんで、いろんなことを。んで母親が再婚相手と暮らすってなって、やっと実家を出るということで、家に普通家借りて住むってことで、その話を多分一番上のお姉ちゃんが父親にしまして、ほんで多分姉なりに濁したのか、なんかママが一人暮らしするらしいなみたいなことを父親から言われまして、もうリアクションせなあかんから、とりあえず「へえそうなんや」って言って、一人暮らしするわけではなく再婚相手と住むんですけど、父親にそんなこと言ってもただストレスかなと思ったんで、あの再婚して住むんやけどなって心の中で思いながら、そうなんやって流しときましたね。今回はこちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。